2026年3月、ソラナ。今市場ではなんだかとっても奇妙なことが起きてるんです。技術はもうかつてないレベルにまで成熟してきてて、ウォール街からはとんでもない額のお金が流れ込んできてる。なのに、多くの個人投資家の心は極度の恐怖でいっぱいなんですよ。データと感情がなぜここまで真逆を向いてしまっているのか。今回の解説では、この奇妙な食い違いの裏で一体何が起きているのか、皆さんと一緒にじっくり見ていこうと思います。このスライドがその謎をもうすごくわかりやすく表してますよね。まず左側。市場のセンチメント、つまり雰囲気は極度の恐怖。恐怖と欲望指数がたったの10っていうのは多くの個人投資家が不安でいっぱいだってことを示してます。でもその一方で右側を見てください。機関投資家、つまりプロの投資家たちは今年に入ってからだけでも約10億ドル、日本円にしたらとんでもない額のお金をソラナの ETF に投じているんです。これどういうことかっていうと、一般の市場が怖がって売っている間にウォール街のプロたち、いわゆるスマートマネーはこれをチャンスと見て静かにでも確実に買い集めてるってことなんですよ。じゃあソラナで本当のところ何が起きてるんでしょうか。ここからこの深いな食い違いの核心にぐっと迫っていきますよ。まずはソラナの心臓部、そのテクノロジーの基盤から見ていきましょう。そもそもなんで機関投資家たちがそんな大金を投じ始めたのか。その答えは彼らが投資する上で絶対に必要な安定性と信頼性、これをソラナのエンジンがついに満たし始めたからなんです。その技術革新の一番の鍵となるのがこのアルペングローです。これはソラナネットワークの新しい心臓部と言ってもいいくらいの超大型アップグレードですね。ものすごく簡単に言うと、ネットワーク上で次々に行われる取引を、はい、これが正しくて確定ですってみんなで合意するためのルールを根本から作り直したもの。これによって取引の最終的な確定がもうほぼ一瞬で終わるようになって、セキュリティもめちゃくちゃ強化されるように設計されてるんです。この数字がその凄さを物語ってますよね。わずか150ミリ秒。ミリ秒って感じですけど、これ瞬きするよりも早い時間なんですよ。アルペングローのおかげで今まで約12秒もかかっていた取引の確定がここまで劇的に早くなるっていう目標が掲げられてるんです。これってまさに革命的なスピードアップで、例えば金融市場でコンマ何秒を争うような高頻度の取引、ああいう世界でも十分使えるようになるってことを意味してるんです。そしてもう一つの重要なアップグレードがこのファイヤーダンサー。これを例えるならネットワークのための第2の全く新しい独立したエンジンみたいなものですね。今までソラナは一つのエンジンに頼ってたわけです。でももしそのエンジンに何かトラブルがあったらネットワーク全体が止まっちゃうリスクがあった。ファイヤーダンサーは万が一の時のためのバックアップエンジンとして機能することでソラナの処理能力とネットワーク全体の安定性を劇的に上げてくれるんですよ。そしてこの言葉、これこそがここまでの技術的なアップグレードがもたらした成果を何よりもはっきりと示しています。12ヶ月以上にわたり 100% のアップタイムを達成。これは2026年3月17日時点での公式な状態です。昔はソラナってよく止まるよねって批判されたこともあったんですけど、その安定さはもう完全に過去の話になったと。これこそが機関投資家たちが求めていた信頼性の何よりの証拠なんですね。さて、技術がこれだけ成熟したと。じゃあそれに対して世界の金融の中心地、ウォール街はどう反応しているんでしょうか。いわゆるスマートマネーがどこにどんな風に動いているのか、その具体的な流れを見ていきましょう。このチャートはもう一目瞭然ですよね。2026年に入ってからのソラナ ETF への資金の流れを示してます。年初からどんどん増えていって、累計で約10億ドル。すごい金額です。ここで大事なのは、このお金が機関投資家たちが安心して投資できる、ちゃんと規制された金融商品、つまり ETF を通して入ってきてるってことなんです。これはもう彼らがソラナを本格的な投資先として認めたっていう何よりの証拠と言えますよね。しかもそのプレイヤーたちの顔ぶれがまたすごいんですよ。ブラックロック、モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックスといった巨大な投資銀行からビザとかウエスタンユニオンみたいな決済の巨人まで、もう誰もが名前を知っている世界的な金融機関とか企業がソラナのエコシステムに本格的に入ってきてるんです。これはもう一部の暗号資産に詳しい人たちだけの話じゃなくなってるってことなんですね。
じゃあ、これだけの巨大企業が一体なんでソラナにそんなに注目してるんでしょうか。もちろん、値上がりを期待した投機的な面もあるかもしれないですけど、それだけじゃない。彼らが見ているのはもっと先で、ソラナが金融とか決済のインフラとして僕たちの現実世界で実際にどう使われ始めているのか、その実用性の部分なんです。この表は、ソラナが持ってるとんでもない可能性を見事に示してます。昔ながらの国際送金と、ソラナ上で作られたドルと価値が連動するコイン、USDPT を使った送金を比べたものです。見てくださいよこれ。200ドル送るのに、今までだと12ドルもかかってた手数料が、ソラならなんとたったの 0.0007 ドル。もうほぼタダみたいなもんですよね。数日かかってたのが約150ミリ秒。つまり、送った瞬間につく。あの決済大手のウェスタンユニオンがソラナと手を組んだ理由が、これを見ればもうよーくわかります。18億ドル。この巨大な数字。これはソラナの上で取引されている現実世界の資産。例えば国の借金である国債とか、会社の株とか、不動産とか、そういうのをデジタル化したもの。いわゆるトークンってやつですね。その合計金額なんです。これってソラナがもう単なる投機的なコインを売ったり買ったりする場所じゃなくて、価値ある伝統的な金融資産をもっと効率的に扱うための本格的なプラットフォームに進化してるっていう力強い証拠ですよね。ここですごく重要な発言が出てきます。ソラナ財団のトップ、リリー・リュウさんのブロックチェーンゲームの時代は再来しないだろうという言葉です。昔はソラナってゲーム分野ですごく期待されてたんですよ。この発言はその方針から大きく舵を切るっていう戦略の大きな転換を示す決定的な一言なんです。そしてその戦略の転換をこのチャートが見える化してくれてますね。2026年のソラナが一番力を入れてるのは決済関連、そしてさっき話した現実資産のトークン化、それからリピンと呼ばれる分野です。リピンというのはちょっと難しいんですけど、例えば Wi-Fi スポットとかセンサーネットワークみたいな物理的なインフラをみんなで分散して管理する仕組みのこと。で、見てください。かつて期待されてたゲーム分野の割合はたったの 2%。より現実世界に根ざした実用的な分野に意識的にシフトしてるのがはっきりとわかりますよね。強力な技術とウォール街からの巨大なお金。でも、市場全体は恐怖に包まれている。まさに、ソラナは大きな岐路に立たされているわけです。未来は一体どうなるんでしょうか。ここからは、最初に話した2つの正反比のシグナルを合わせて、その答えを探っていきましょう。プロであるアナリストたちの意見もこんなに大きく分かれてるんですよ。大手銀行のスタンダードチャータードは250ドルっていうかなり強気な目標を出している一方で、悪いシナリオだと59ドルまで下がるかもなんていう見方もある。この価格目標の幅の広さ自体が、これまで見てきた技術的な強さ、つまりファンダメンタルズと市場の恐怖との間の激しい対立をそのまま映し出してるんですね。それだけ今の状況が不確実だってことです。つまりですね、2026年3月のソラナをめぐる物語っていうのは、結局のところ、恐怖に駆られた個人投資家の弱い心と、いや未来はこっちだっていう技術の進化を信じる機関投資家の強い確信との間の壮絶な綱引き。まさにそういう構図なんです。この解説で一番伝えたかったことがここに集約されています。さて、最後にこの問いを皆さんに投げかけて、この解説を締めくくりたいと思います。ソラナは今、単なるギャンブルみたいな投機的な暗号資産から、新しい世界の金融システムを支える目には見えないけど絶対に必要な配管のような存在へと静かに生まれ変わろうとしているんでしょうか。その答えは今日見てきたこの大きな食い違いのどちらが未来を決めるかによって決まるのかもしれません。皆さんはどう考えますか？